日かと恐れていた。いつの日かと夢見ていた。心目覚め翼広げて旅立つ日だぐら。己つなぐ鎖断ち切り心縛る闇を切り裂く光の戦士だぐら。目指せ遥かな地平。さらば優しき日々をもう戻れない。もう帰れない。太陽の牙だぐら。独立戦争の最終戦略地である北極ポートを目前にしての突然の地球との和平は兵士たちに少なからぬ戸惑いをもたらしたが、解放軍勝利の感激を胸に兵士たちは今それぞれの故郷へと戻ろうとしていた。見てくれ、可愛いだろう。なるほど、おめえに似なくてよかったな。まったくな。まあいいや、もうすぐ会えるんだ。おいおい、カーディナルに着いたら凱旋パレードだってよ。凱旋パレード？ああ、デロイヤ独立の祝賀パレードの準備がカーディナルで進められているそうだぜ。本当かよ。本当だよ。デロイヤの独立を貸すと俺たちはさしずめ英雄ってわけだ。バカ野郎、鉄砲一発も撃たれて何が英雄だよ。お前水地当番兵だろ。お前には負けるぜ。お前ら単純に勝ったって喜んで笑ってる場合が。よかか？ザルと少佐が捕まってまだその処分も決まっとらんとぞ。なんが記念パレードが浮かれてる場合がこんバカだね。だけどよ、俺たちは戦いに勝ったんだ。地球側はデロイヤの独立を認めたんだぜ。喜んで何が悪いんだよ。そうだよ。なんだとこの野郎。バッテンやめるんだジョルジュ。ちっ、俺たちが前線で寝るのも惜しんでドンパチやってる時によ、後ろから金魚の糞みたいにくっついてきた奴らに何が分かっとか。まったく。あたいはサマリン博士がおかしいと思うよ。なして。北極ポートを占領しなければ決着がつきゃしないとあれほど言ってたサマリン博士なのにさ、なぜ和平交渉に応じたのかそれがわからないんだよ。ご苦労様です。よし、習字を下ろせ。早くしろ。あっ、早く降りるんだ。軍刑務所か。ここで骨をうずめることになりそうだな。おい、カーディナルだぜ。なんだ。せがれに会えるぞ。おい見ろ、六軍の連中だ。完全武装してやがるぜ。何？あれ、まさか俺たち太ってんじゃねえだろうな。出迎えただけだろ。そうだよ、戦争終わったんだ。今さら俺たちを攻撃するわけがねえよ。出迎えというより連邦軍に威嚇されてるって感じだな。こっちはまるっきり丸腰だ。これで対等の立場で和平交渉ができるのか。骨抜きにされちまわなきゃいいけど。でも連邦軍は撃ってきませんよ。そりゃあいろいろ疑問はありますけど、僕たちはやっぱり勝ったんですよ。勝ったんです。
嬉しそうじゃありませんか。デロイヤは誰もが長い間この時を待っていたんですよ。よかった、本当によかった。多くの人たちのこの喜びを期待外れにならんようにする。無論ですよ博士、私は期待に応えるべくやってみせます。ダグラム、ダグラムはもう俺たちから遠く離れていっちまったような気がするな。所詮は機械なのよ。私は単なる機械とは思いませんよ。博士、なんで博士のあの態度よ。英雄気取りで手も振りゃしねえじゃねえかよ。たく何考えてんだ。人が変わっちまったみたいじゃんか。さて、デロイヤ独立を成し遂げた指導者デビッド・サマリン博士が見えてきました。隣にはサマリン博士を助け、共にデロイヤ独立のために苦労してきた若き英雄カルメル氏の姿も見られます。沿道の人々は泣いています。しかしこの涙は決して悲しい涙ではありません。長きにわたる屈辱に耐えたデロイヤの人々、厳しい生活を強いられ虐げられたデロイヤの人々が今自由と独立を勝ち取った喜びの涙なんです。この戦いで夫を子息を亡くした人々の中には、今日のこの祝賀パレードを一目見ようと遺影を胸に抱いてやってきた人もいます。ご苦労様、お疲れ様。無念にも命を落とされた多くの英雄たち、あなた方の死は決して無駄ではありません。今よかった。乾杯！デロイヤの独立万歳！やめろ！お前ら独立がそんなに嬉しいか？そんなに楽しいのか？何？よく見ろ。町中どこを見たって武器を持ってるのは地球の連中ばかりだ。こんなありさまで独立もへったくれもあるもんか？俺は我慢的にサマリン博士に会ってどうして中途半端なところで地球側と和平交渉しちまったのか、それ聞いてくる。おい、待て。今さらジタバタしたってどうなるもんじゃねえよ。しかし俺は行く。俺はサマリン博士に話を聞いてくる。よし、俺も行く。博士博士教えてください。独立って浮かれてますが、どう独立したって言うんですか？それは君。博士、俺たちは何もわからないんです。急に方向転換したし。話、俺は博士に話があるんだ。デロイヤは独立したんだぞ。違う、みんな騙されているんだ。デロイヤは独立なんかしてはいない。騙されるんじゃない。うるさい、静かにしろ。君、車を止めてくれんか。諸君、ちょっと聞いてくれ。実は具体的な和平交渉はこれからやるのです。どのような形で交渉が成立されるか、答えはおのずと出るでしょう。諸君たちが判断するのはそれからです。地球側はデロイヤの独立を認めると言った。私どもデロイヤ人一人一人に独立を認めると誓った。私どもは決してその言葉を忘れはしない。そのことを一人一人が胸に刻み込んでおこうではないか。サマリン博士、分かっています。私どもは時の流れの中を生きています。時は移ろいやすく、状況は変わりやすいものです。私どもはいつ何時いかなる状況のもとに自らを投げ込まれるか、それは計り知れないことです。だがいかなる時でも自らを失わず、デロイヤ人である誇りを忘れずに、今後の和平交渉の成り行きとこれからのデロイヤを厳しい目で見つめてほしいと私は思う。
警備の方々、その人たちは祝賀パレードに花を添えようとアトラクションを試みただけのことです。もう終わりました。さあ君たちも引き上げたまえ。博士、車を出してください。博士は何を言おうとしたのかな。負けたことを伝えたんだ。わしたちは負けたんだ。ジョークさんが死んだ。なんだって。どういうことだい。なしてやられたのか。詳しいことはわからん。ただ土賀市の本部で何かあったらしいことだけは確認できている。何かって？何があったんですか、バックスさん。パレードに参加しなかったお前たちだ。うすうす感じてはいただろうが、デロイヤの独立はわしたちが望んでいたものとは違ってしまったのだ。つまり負けたと同じことなんだ。俺たちが負けた。そりゃオーバーだなす。そうですよ。そこまで悲観的に見ることもないんじゃないんですか。いや、知っての通り現にザルトス少佐だって軍刑務所に入れられちまってる。でもそれは一応形式的な手続きとしての。違う、噂だがな。少佐の処分は30年の禁錮刑は確実だという。30年もか。新政府はな、そんな地部を全部ひっくるめて隠しちまうためにダグラムを利用するということだ。ダグラムを？どういうことですか。教えてくれよ。ダグラムを革命の象徴として議事堂前の広場に飾るってことだ。実質的には独立なんかできていなくても、その象徴であるダグラムが飾ってあれば市民は独立したんだって錯覚するってわけだ。そうやんことさせんばい。やるべし。道具さえありゃな。やるか。武器ならわしが調達する。前にお前たちが使ってたやつでいいか。いいガンがあんのかよ、とっつぁん。ああ、任しといてくれ。いつやったのかいに。多少の混乱はやむを得ないと思っておりましたが、何事もなくとりあえず無事にパレードも終わりましたね。サマリン博士が演説を始めた時はどうなるかと思いましたよ。なに、今さら大衆を焚きつけても無駄なことです。それはあの方自身がよく承知していますよ。サマリン氏一人の批判を浴びたところで対局にさして影響はないでしょう。しかしそれが世論へと広がることは避けねばなりません。あの方が過去の人となるまでうまく乗り切りましょう。今後はあなたも些細なことには目をつむって大道を切り開いていくための決断をしてくださらないと。あれはクリン。まずい。私だ。至急警備本部につないでくれ。大至急だ。ぼや、怪我しないうちに降りてこいよ。さて皆さんお立ち会い。あのダグラムの上にいるのは一体誰でしょうね。太陽の気ばっくりんだろ。よや占領役者。俺は知ってんの。そん通りたい。知る人ぞ知るダグラムの操縦者クリンカシム隊。どうも。かっこよかぞクリン。いいです。はいはいはい。さて知らん人は耳の穴をかっぽじってよく聞け。まあ面は俺よりまずかばってんが、ダグラムに乗せたら操縦の腕は天下一品。それにあの男なんがすごいのすごくねえのって、地球人でありながら悲惨なデロイヤの現実ば顧みてなんかしにゃならんてんで、解放軍に身を投じ涙ぐましい奮闘努力の連続だった。カンカン照りの砂漠の中で熱に侵され鼻水すすり喉の渇きを潤した。やっぱりエネルギーは抜かれている。はたまたザーザー降りの雨の中、泥にまみれて悪戦苦闘、無理難題を乗り越えてやってきました北極ポート。結局薬局北極ポート。ここを抑えてバンバン剤。ここで負けたら誠の独立はねしない。やったかったぞあと一歩。大詰めしバッチずっこけた。あっと笑ってる場合じゃなかよ。こっから先の話が大事だい。よかか。こっから先をよく聞いてくれ。まやかし和平交渉に俺たちはみんな騙された。武器を捨て、意地を捨て、怒りを捨てて、こうなりゃ捨て鉢一発勝負の大脱走だ。おーい、用意はよかか。オッケーだ。おぞどけどけ。
ありがとうさん。おい、待て。やったあーばよ。まさかあいつらブデ何、ダグラムを盗まれた？はい、主要ポイントには検問所を設置するよう連絡済みであります。よし、決して逃がすんじゃないぞ。はっ。ちょっと待て。街中での混乱は避けねばならん。デロイヤ人どもの動揺を引き起こすかもしれんからな。各ポイントには郊外にて奴らを包囲検測するように伝えろ。はっ。西だ東だ南だ北だ南斜面右左犬が西向きゃおは東周り全部が敵ばかり南だ北だおれ止まるか止まれお見送りご苦労さん。くそ。こちら第8ポイント、ただいまサメロス通りを南へ向かっております。おお、来た来ただ。ヒヤッホーやっとねプリン。肉これのこのでなすお待たせ。大砲軍の諸軍連邦軍の差し入ればい。やったねロッキー。ああ、うまくいったぜ。それよりジョルジュの土佐回り芝居をみんなに見せたかったぜ。なんべ言うとったか。俺の名調子に観客が酔いしれとったじゃないかに。おしゃべりのジョルジュも役に立つことあったってわけだ。そら仲間へなんちゅう言い草ですかあた。ロッキー、追っ手だ。何？そうもう来やがったか。ハックル、ダグラムのエネルギーは手に入ったのか？バッチシですよ。よし、大至急燃料補給だ。急いで燃料を入れてくれ。はい。ほら重いよ。あらよだらす。ハックル、急いでくれ。はい、任せてください。クリーンさん、OK です。ありがとう、ハックル。戦闘態勢を取れ。無駄弾は撃てない。どうする。リニアガンがチャージされていない。これまでか。ジェイロックさん。いいタイミングだぜ。相変わらず無鉄砲な連中だな。何？逃がした？どういうことなんだ？すぐに見つけ出して奪い返せ。新政府樹立の象徴として利用しなければならんのだ。何が何でも奪い返せ。各報道機関を煽ってほしい。独立に水を差す一部ボートがいるとな。急げ。はっ。
今さらダグラムたった一機で何もできるはずはない。交渉の最後の詰めだけを考えるとするか、全てはこの私の思い通りに動いているのだ。あんたさ、どう新たなデロイヤの誕生は私も大いに意義深く思い喜んでいる次第であります。今後私は若き有能な指導者ヘシ・カルメル氏と私とでサマリン氏の助言をいただきつつ、新生デロイヤの具体的な行政について。何をする俺ら。コーヒーが冷めます。コーヒーなどどうでもいい。ことによると俺にも運が向いてきたのかもしれない。またそんなことを。いいか、よく聞け。今度のは本物だ。あのラコックという弁務官には貸しがあるんだ。あんたそんなことどうでもいいよ。私はこのまんまで。心配するな。昔は同格だったカルメルでさえあんな地位にのし上がれたんだ。俺だってやれないわけじゃない。そういう時代になったんだよ。裏切りの張本人はヘシ・カルメルだ。ね、なんてや。北極ポート進行を目前にしてサマリン博士は軟禁されたんだ。それじゃあその時にジョークさんが。ああ、かわいそうに。あの腐れ気だ。カルメルはラゴックにそそのかされて目がくらんだ。新しいデロイヤの代表という地位にな。所詮はラゴックにいいように利用されるだけなのに愚かなやつだ。そうだったのか。なるほど。急に日和出したのはカルメルが裏で動いてたってわけか。で博士はこれからどうなるんです？おそらく連邦軍の監視付きで自由には動けん身になるだろうな。そんなバカな。そうだよ、みんなが黙っちゃいないぜ。いや、表に出なければ忘れられていくのが世の常だ。初めは不審に思うかもしれないが、次第に忘れ去られていく。ラゴックの狙いはそこにある。博士を生きた屍には1000倍。騙せ。もう一暴れするか。やってやる。よしよし、サマリン博士も助け出すぞ。カルメルのことやろう。やってくるぜ。時代に光を当てた英雄がその光の作り出した影に塗り込められようとしている。若者たちは願った。光にふさわしき人に輝きを。若者たちはまた走り始めた。自分たちの走り行く先がどこかも分からず、だからこそ自分たちの未来を指し示す人を求めて。次回英雄奪回 Not alien justice. I want to get truth. 真実は見えるか。星が流れて願いをかけて二つ数えて夢砕け恋しさかけらのフラッシュバック心細さに後振り向けば幼い夏の日スローモーション